こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回はじゃん、この一つの型から2人が作る服という本の中からドレープがたくさん入ったノースリーブのジレを作っていきたいと思います。シンプルなタンクトップや T シャツに1枚重ねてあげるだけでとてもかっこよく仕上がるジレになっていますので、ぜひ一緒に作ってみてください。しかも今回は難しいことや面倒なことは一切なしにして簡単バージョンとして紹介していきたいと思いますので、たくさんの方に挑戦してみてほしいなと思います。今回は少し変わった形のパターンなので、そこを徹底的に紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めたいと思います。スタート。はい、作り方はこの本の中の62ページです。7A ドレープジレフロントボタンというところを見ながら作っていきたいと思います。で、実際にはこの前の部分にボタンがあって、あとは後ろの部分がこんな感じで V 字にカットされているデザインなんですが、今回はこの V 字にカットする部分とこのボタンの部分はなしにして、とってもシンプルなただ羽織るだけという感じのジレにして作っていきたいと思います。後ろの V 字にカットされたところと、あとボタンをなくすことで作り方もね、ぐんとシンプルになって簡単になるので、誰でも作りやすいかななんて思います。では早速型紙を見ていきたいと思います。使う型紙は D 面 ABCD の D 面を使います。7A というものを探してください。まず後ろ身ごろから見ていきたいと思います。後ろ身ごろが2つに分かれています。こんな細い感じの後ろ身ごろと、こんな感じのカーブになってるこんな形の後ろ身ごろの脇というパーツの2つに分かれています。で、このパターンは結構いろんな線がね書いてあって見つけにくいかなと思うんですけど、大体の目安としてこの後ろ身ごろのパーツはこの辺で、後ろの脇のパーツはこんな感じで裾の後ろ身ごろの下の部分にちょうどクロスするような感じで書いてあります。で、ここの部分を見ていただくと分かるんですけど、この 7A の後ろ身ごろの裾の部分がちょうどねまっすぐ後ろ中心があったら、最後下のところでこう斜めに入っています。書き写すとちょうどこういう風な感じになるんですが、今回はこの斜めのカットなしで、このまま後ろ中心延長、後ろ身ごろのパターンを書き写してきたらまっすぐ延長して裾の線と直角になるように書き写してあげてください。で、あとは後ろの見返しのパーツです。後ろの見返しはちょうどこのパターンの D 面っていうところの下の部分にこんな感じで書いてあります。後ろの見返しは後ろ中心を輪にしてあげてください。そして次は前身ごろのパーツですね。前身ごろのパーツは2つに分かれています。で、1つはもうこのね D 面のほぼ目いっぱいなんですけど、こんな感じの大きいパーツ、真ん中にドンとこんな形で前身ごろと、あとは襟の部分、このちょうど長方形な感じのここの部分が襟の部分になるんですけど、襟の部分と前身ごろがこんな感じで書いてあります。で、このパーツの注意したいところが1個だけあって、ちょうどここのカックンとなってるここの部分ですね、ここをめくってみるとこんな感じでなんか点々点々っていう線が書いてあります。ここがねちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、でも全然難しいことはなくって、ここの 7A、7B の襟前身ごろと書いてあるここの直線の部分で自分の作りたいサイズの位置を見つけます。で、 S サイズだったら一番下にここ太い線で書かれているので分かりやすいかなと思うんですけど、 S サイズから定規でまっすぐ線を描きます。そうするとこのね点々点の部分の一番上のところに合流するので、
S サイズの場合はこの点々点の一番上の線に合流して書いていきます。で M サイズの場合はここに M 星というね星のマークがこんな感じで書いてあります。 2L 星 L 星 M 星っていう風にあるんですけど、この M 星のこの位置から今度横の線の自分の作りたいサイズの部分 M サイズの部分に合流するように定規を当てると、ちょうどまっすぐ直線を引く感じで線を描くと、今度この破線の上から2番目のところに合流するようになります。なので M サイズを作りたい時にはこの M 星の位置から定規を当ててまっすぐここの M を通って線を描いていくようになります。 L サイズの時も同じ L 星の位置からここの横の線の L の点のところに定規を当てて、でまっすぐ線を描こうとすると今度この破線の上から3番目の線に合流するようになるので、そうやって線を描いていってあげてください。とにかくここが直線っていうことです。で前と襟がつながったパーツがこれで、もう一つ前身頃の脇というパーツがあります。前身頃の脇がこれですね。で前の脇がこんな感じで書かれています。ちょうど前のさっきの大きいパーツの中にちっちゃいパーツとして入っているようなイメージですね。でこれを書き写してあげてください。本来はもう一つこの後ろ裾見返しというパーツがあります。このパーツっていうのはここの後ろの裾のカックンってなった V 字カット、ここの部分を処理する時に使うパーツです。で今回はここ V 字にしないでまっすぐにして作っていこうと思うので、この後ろ裾見返しというパーツは作らなくて OK です。もちろんこのようにして作りたい人はここも写してあげてください。あとは型紙なしでバイアステープを裁断したらこれでパーツは OK かなと思います。はい、ということで早速裁断に行きたいと思いますが、パターンを写してみて気づいた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。とにかく今回のパターンは一つが大きい、前身頃のパーツがめっちゃ大きいので、ちょっとね生地の畳み方、パターンの置き方っていうのがちょっとポイントが必要になります。本に書いてある通りの必要な生地の分量も生地幅133センチ幅のものを 2.5 メートルから 2.6 メートル用意してくださいという風な話で書いてありました。で生地幅133センチっていうのはシングル幅って言って110センチ程度の生地幅のものだと足りないっていうことになるんですね。足りなくても継ぎはぎ切り替えにして足してあげれば作れるんですけど、1回でストレスなく裁断するにはダブル幅近い幅広の生地を用意してあげることがおすすめです。で今回私が使う生地はというと、じゃん、これです。斉藤商店さんで以前買ってきたオレンジのローン薄い生地を使います。これがねちょうど生地幅133センチくらいだったかなと思うので、これでやっていきたいと思います。こちら側とこちら側が生地の耳になっているんですけど、通常この耳と耳を合わせるようにパターンと半分に折って真ん中をね輪にして裁断するかなと思うんですけど、今回は違います。耳と耳があったらそのまま生地をバッと広げてパタンと倒してあげる感じにすると、こんな感じで幅の広い状態で生地を輪にしてあげることができます。でここにこの大きい方の前身頃でこの前の脇の方のパーツをここの斜めの位置にパッと合体させてあげる。でもってこの後ろ身頃と後ろの脇のパーツもここでこんな感じで置いてあげます。間違えた。もう全部止
めちゃったのに。今私ね、ここの前の襟の部分を地止めに合わせて配置したんですけど、どうやら多分ここのつなぎ目を地止めに合わせてあげた方がいい感じなので、もう一回やり直しますかね。はい、ということで裁断が終わりました。パーツと縫い代をそれぞれ確認していきたいと思います。まずバイアステープが2本ですね。30センチ前後のものを2本用意してあげてください。で、後ろの見返しは接着芯を貼ります。最初に大きめに四角形に生地を切って、その後で接着芯を貼って、接着芯を貼った後でパターンを乗せて縫い代をつけて裁断します。これを荒立ちと言います。荒立ちの方法わからないよっていう方はこの動画で接着芯の貼り方を解説していますので、ぜひそちらも確認してみてください。この後ろの見返しは縫い代は全て1センチでつけていきます。一番最初に肩の縫い代をつけて、で首周りを縫い代つけて、ここで直角出しをしてあげてください。あとはそんなに気にしなくても大丈夫かなっていう感じですね。次に後ろのパーツを見ていきたいと思います。後ろの身ごろは2つあります。で、縫い代は全部1センチでつけてあります。まず後ろの脇はこの縦の縫い代を先につけます。で、その後でこのカーブの縫い代をつけて、ここで直角出し、ここで直角出しをしてあげてください。なので一番特徴的なのがここの部分ですね。ここがこんな変な形になりますが、これで大丈夫だと思います。だと思いますっていうのは、私もまだ作ったことがなくって、おそらくこれでいけると思うんですけど、もしダメだったら作りながら訂正していきたいと思います。後ろ身ごろもぐるっと縫い代は全部1センチでつけてあります。で、肩の部分の縫い代をまず先につけて、でこれも縦のラインを縫い代を先につけます。で、このアームホールの縫い代をつけてきて、ここで直角出し、あとは首周りも縫い代をつけてきて、ここで直角出しです。なのでこんな感じで縫い代の形が出てきますね。で、裾の部分は今回私はこの V 字カットをしないでまっすぐにしているので、ここはまっすぐ縫い代をつけています。続いて前身ごろ。前身ごろは2センチ縫い代をつけるところが2箇所あります。それがどこかというと、この脇の部分、あとは裾の部分の途中まで、ここまで、この襟のパーツの上からまっすぐの直線のこの位置から内側、この襟の方に 1.5 センチ入ったところまでは縫い代2センチできて、ここの 1.5 センチのところからは縫い代1センチになります。なので最初に裾の部分の縫い代2センチでダーッとある程度延長しておいて、その後でこの襟の部分に来るこの線から内側 1.5 センチに入ったところから1センチで縫い代をつけてきます。で、ここがカックンっていう形になってれば OK です。あとは縫い代1センチで全部ぐるっとつけていきます。ここの脇の部分っていうのかな、ここの縫い代の付け方だけ気をつけてあげてください。この脇の部分を一番最初に縫い代2センチで延長して、でここの斜めの部分を縫い代をつけてきて、ここで直角出しをします。なのでここだけカックンというような形になっていればこれで OK かな。はい、ということで今回はパターンを確認して、あとは縫い代をチェックしてきました。ここまでできればあとはもう組み合わせていくだけなので難しくないかなと思います。是非次回から作り方一緒にやっていきましょう。動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。